皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、香港版国家安全法についてです。この国家安全法が可決されたのは、北京政府の全人代においてです。ですから、香港政府が決めたものではありません。香港においては、民主化のための抗議デモというものがこれまで何度となく行われてきたのですが、これは香港政府が定める法律が香港の自治を脅かす、そのために抗議デモが繰り返されてきました。しかし、今回の場合は北京政府においてこれが決定されたために、香港でいくらデモを行っても、この動きを止めることは不可能でした。そして、この香港版国家安全法が施行されれば、それは香港の一国二制度のまさに終焉を意味すると言われています。そして、香港の一国二制度が終わるということは、それ自体が米中冷戦における一つの歴史的意味を持つことになります。それでは香港版国家安全法がどのようなものか、そしてどのような影響が出てくるのか見ていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。香港国家安全法案を可決。中国一国二制度骨抜き。中国の国会に相当する全人代常務委員会は30日、中国政府が香港で統制を強める香港国家安全維持法案を可決した。中国政府が香港に治安維持機関を新設し、過激な抗議活動などを封じ込める狙いがある。習近平指導部は2019年夏から広がった抗議活動に対抗するため、同法の制定を検討してきた。新法の制定は中央政府の関与を大幅に強めることになりかねず、香港に高度な自治を認める一国二制度が揺らぎかねないとの懸念が出ている。香港政府は毎年民主化を求めてデモが起きる香港返還記念日の7月1日にも施行する方針だ。香港の若者らが再び過激な抗議活動などをした場合を念頭に、国家分裂、政権転覆、テロ活動、外国勢力と結託して国家安全に危害を加える行為の4類型を定め、犯罪として刑事責任を問う。中国政府が香港に治安維持機関となる国家安全維持公署を新設。国家安全に関わる情報の収集分析や国家安全を脅かす犯罪事件の処理などを扱う。国家安全維持公署は特定の状況の下で国家の安全に危害を加えるごく少数の犯罪に管轄権を行使するとしている。香港での抗議活動などを中国政府の治安維持機関が直接取り締まる事態を想定する。香港政府は行政長官をトップとする国家安全維持委員会を新設する。中国政府が監督し、顧問を派遣して関与する。香港は外国籍の裁判官が多く、司法の独立を担保してきた。国家安全法に絡む事件を審理する裁判官は、香港政府トップの行政長官が指名する。外国籍の裁判官が排除され、判決が常に中国寄りになる懸念がある。香港の他の法律と矛盾する場合は、香港国家安全維持法の規定を適用し、法律の解釈権は全人代常務委員会が持つことにした。香港の憲法に相当する香港基本法の付属文書に例外として追加し、香港立法会、議会の審議を経ないで施行する見通しだ。全人代常務委員はおおむね2ヶ月に1回開く。中国の立法法は原則3回の審議を定めるが、法案は18から20日に最初の審議をしたばかり。10日余りでの可決は異例。7月18日には9月の香港立法会選挙に向けて立候補の届け出が始まる。習指導部が成立を急ぐのは、香港の抗議活動や民主派の選挙運動を抑え込む狙いがありそうだ。そして、香港版国家安全法の施行が決定された状況になり、香港での民主的抗議的な活動というものも大きな変化を迎えています。香港デモの活動で、特に日本人が知っている周庭さんのツイッターではこのような発言がされています。私周庭は本日をもって政治団体デモシストから脱退いたします。これは重く、しかしもう避けることができない決定です。絶望の中にあっても、いつもお互いのことを思い、私たちはもっと強く生きなければなりません。生きてさえいれば希望があります。抗議デモの団体からの離脱を表明していますが、この表明に至った理由というのは別の日に書かれています。香港で自由や民主主義のために戦う人たちは、自由や命を失うことも考えないといけないということが本当に悲しい。私もたくさんの夢を持っているのに、こんな不自由で不公平な社会で生き、夢を語る資格すらないのか。
これからの私はどうなるのか。いつかまた日本に行きたいな。今日の香港での報道によると、香港版国家安全法は火曜日30日に可決される可能性が高い。そして国家分裂罪と政権転覆罪の最高刑罰は無期懲役という。日本の皆さん、自由を持っている皆さんがどれくらい幸せなのかを分かってほしい。本当に分かってほしい。国家安全法の中身については記事の中でも触れていましたが、一言で言えば中国共産党による支配を香港で確立するためのものです。例えば国家の転覆や国家の分裂、そして海外勢力を引き込むことなどについて罪状を定めたわけですが、その最高刑は終身刑となっています。周庭さんのツイッターなどにおいては日本に合わせて無期懲役という表現を使っていましたが、実質的には出ることのできない投獄でしょう。そしてこの法律によってどのような取り締まりを行うかといったところにもしっかりと中国共産党の息が全てかかっています。まず取り締まりのための機関も中国共産党の息がかかったものになりますし、その法律は当然今回の国家安全法、さらにはその国家安全法に基づいて裁判を行うそのための人員というものも中国共産党の息のかかった人で固められることになります。すべて中国共産党の目がかかっているのですから、もはや民主的な動きというものを封じるための仕組み作りが完成することになるのです。そして国家安全法が施行されていない現在においても、すでに香港では活動を自粛する人たちというのが出てきています。例えば以前であれば天安門事件についての本を出版し、それを販売している書店員などが拉致されるといった事件がありましたが、現在ではそれに加えて香港デモについて語ることさえ、その本を出版することについては現地の印刷業界としてはもはやタブー視されているそうです。また国家安全法の施行を考えれば、そのような関連書籍を店頭に置くことすら危険視されています。またそのようなことを海外に向けて情報発信することについて言っても逮捕され、そして一生社会には戻れないかもしれません。そして一つ目の記事の最後で触れられていましたが、議会選挙が来月はあります。その議会選挙においてでは民主化を求める人々がどんどんと立候補してそこで当選すればいいじゃないかと考える方もおられるかもしれません。しかし香港の選挙というものは我々の選挙とは全く異なるもので、例えばその立候補する人たちには一つ求められていることがあります。それは香港基本法を守るということを前提にした人でなければなりません。そして今回制定された国家安全法というものは香港基本法に含まれるものです。ですから今回の国家安全法に反対するという人はそもそも立候補できないかもしれませんし、立候補して当選したとしても後でその当選が無効化されるかもしれないのです。つまり香港には法律もあって選挙もあるのですが、それらの制度すべてが中国共産党にとっては非常に都合よく作られている。すでに反対意見を持ったとしても、どのような民主的な手続きを取ったとしても、その悪法を覆すということがほとんど不可能に近いのです。香港が民主的な社会であり続けることを望む人々にとっては、まさに暗黒時代の到来と言っても良いでしょう。このような状況ですから周庭さんはツイッターで活動の自粛を表明したのです。無理のないことです。考えてみてください。例えば日本においては政権批判をしたとしてもそれが何かの罪に問われることはまずないでしょう。しかし香港においてはそのこと自体が終身刑に値する可能性があるのです。特に中国共産党にとっては発言の影響力が強ければ強いほどその人を潰したがるはずです。ですから周庭さんがもしも国家安全法が施行された後においても活動をこれからも続けていきますと宣言して抗議デモに参加し、中国共産党に対する反対声明などを述べれば、それは国家への反逆や転覆罪などを適用されて一生投獄されるかもしれないのです。このような話をすると、いくら中国共産党でもそこまではしないだろうという考えを持つ方もおられるかもしれません。しかし、そのような法律がなかったとしても、中国共産党のそうした政権批判というものに対する報復は非常に苛烈なのです。例えば以前、習近平国家主席の看板に向かって卵を投げつけて、そして現在の政治に不満を述べた女性がいました。その女性の動画というものがツイッター上などに上がったわけですが、その女性がその後どうなったでしょうか。中国当局に捕らえられた彼女は一体どこで裁判が行われたかもわからない、そして一体どこに収監されているかもわからない、そのような行方不明の状態で年月が流れ、そしてある日ひょっこりと帰ってきました。
ところが家に帰ってきた彼女は薬物注射の影響なのかどうかというのは定かではありませんが、すでに人格を破壊された状態でほとんど思考力が残っていない状態でした。そのニュースを追っていくと、ある記事の中においては、その女性というものはもともと知的障害があり、決して当局が連れて行った影響ではないといったような記事などが流れていました。果たしてそれを信じることができるでしょうか。そのように法律がなかった時ですら非常に危険だなと思うようなニュースが流れている中にあって、今度は本当に法律というものから全てが整えられた状態で弾圧をするということが宣言されたのです。今後香港での抗議デモを行うということはまさに命がけの行為と言えるでしょう。ですからある程度の資産や収入がある人たちというのはすでに海外への脱出というものを図っています。彼らの脱出先は例えばシンガポールかもしれませんし、台湾かもしれません。アメリカやカナダやオーストラリアかもしれません。資産のある人であればそれが可能なのです。しかし多くの人々がそのような資産を持っているわけではありません。ですから多くの人々が仕方なく香港に残るしかないということも事実なのです。しかし全ての香港市民が脱出を図っているかといえばそういうわけでもありません。というのも、この動画を見ている人の中にはちょっと信じられないかもしれませんが、中国共産党にくっついている人たちというものも非常に多いのです。香港のビジネス界は特にそうで、中国共産党とのつながりがかなり密接です。ですから中国共産党の言うことさえ聞いていれば別に問題ないだろうと考える人たちもそれなりの数いるのです。そしてそのような人たちが現在の香港政府の中枢にいるということを忘れてはなりません。ですから今後、香港の民主化というものを求める人々が絶望し、そして海外へと脱出し、その数を減らしていく、その一方において、香港に残った人々というのは、中国共産党にくっついた人か、もしくは外に出ることの難しい人々によって構成されることになるのですから、中国共産党の支配というものがより確立されていくという非常に大きな変化を迎えることになります。もはや一国二制度というものが崩壊し、そしてかつての香港というものは存在しなくなるのです。そのような香港が持続的な発展を見せるということはまずありえません。ですから今世紀中に香港はかつて繁栄していた都市というような過去形に変わることになります。香港の国家安全法制定、それは米中冷戦においても一つ大きな出来事として後に語られることになるでしょう。それは中国がもはや欧米からの圧力を無視することを表明した代表的な行動でもあるからです。この中国の態度に対して先進各国がどのような対応をするかというのが問われています。例えばアメリカは香港に対する優遇を取り消していくということをすでに表明しています。またイギリスはもともとは宗主国ですから、香港がこのように一国二制度が約束違反の形で破られることに対し抗議し、そして香港市民に対しては海外市民パスポートを発行し、一時的な避難すらも可能にしようとしています。そして日本は一体何ができるでしょうか。例えば香港の若者たちに海外に脱出するための資産がないのは明らかなのですが、この人々に対して政治難民として受け入れるということを検討するのも一つの手かもしれません。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして気に入ったなという動画があればぜひとも SNS 等での拡散をお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。